BYG は出演されたことあるんですよね。BYG 出演しました。ライブ。去年、一昨年かな。これ今2階でやってるんですけど、地下がね、ライブスペースで。そう。結構当時のなんていうんだろう、汗と涙がこう染みついたような。そうなんですかね。なんか独特の当時からライブやってるんですかね、ここはね。みたいですね。なんかその風都市という、まあ、この後話出てくると思いますけど、ハッピーエンドとか、まあ、その界隈の人たちが、まあ、ある意味たまり場にしてたって、今日はだからまあ BYG このベルウッドの企画っていうことで借りれませんかって言ったらもうすごく快諾していただいて。なるほど。ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、BYG さん。曽我部さんも出演したことあるということで。ここはね、だから打ち上げでよく来るんですよ。あ、そうですよね。そんな意味で。大体、遠藤健二さんのライブの後は大体 BYG。円形さんなんてもしかしたら当時からやってた可能性あります。やってたかもしれないね。だから円形さんの打ち上げでこのフロアに来て、写真見たことありますよ。みんなでワイワイ。いろんなミュージシャンとか、その俳優さんとか皆さんいらして、いや、すごい歴史。そう、みんなでね、ワイワイ。料理も美味しいですもんね。そう。美味しい。すいません、そんな話はちょっとありますけど。今日、まあ、テーマがそのベルウッドレコードっていうことで、まあ、ちょっと先んじて話しちゃいましたけど、まあ、ベルウッドっていうのは、キングレコードが、まあ、1970年代初頭に、キングレコードから分かれて、厳密に言うとやってたレーベルで、まあ、三浦幸喜さんという方が、レベルで、まあ、その方が、まあ、非常にたくさんのいろいろカタログをね、手掛けているわけなんですけど、ちょっとそれ話の前に、こういう、いわゆる、まあ、フォークロックと言われるものというか、まあ、例えば、日本だったら URC だったりとか、他にもエレックレコードとか、まあ、同時代のレベルたくさんありますけど、それ以前、洋楽の、例えばルーツロック的なもの、アメリカンロック的なものっていうのは、曽我部さん自身としては、自分のリスナー体験の中でどういうふうに最初触れていったのかなと聞きたいんですけど。洋楽だと、ニール・ヤングとか、ザ・バンド、そういうの聞いてました、ね。最初に。レコードで。それはもう、サイエンサービスのバンド。全然前。もう中学生とかの頃にそういうの聞いてて、その後なんかいわゆるギターポップみたいなものにギターポップも聞いてた。もう同時並行でいろいろ聞いて。そうですね、全部後追いなんで。そうですよね。日本のものは逆にじゃあ、最初はあんまり日本は、上京して僕、大学の時かな、にハッピーエンド聞いて、それで日本の聞き始めた。いや、僕もいろいろ当時インタビューとか拝読したので、これもう何度も聞かれてることかもしれないですけど、最初は風待ちロマン、ハッピーエンド。風待ちロマン、友達に借りて、聞いて、なんか洋楽ばっかり聞いてたから、で、ハッピーエンドって、バッファロースプリングフィールドとかが好きで、なんかザ・バンドとかもそうだけど、影響を受けた日本のバンドって思ってたから、だったらバッファロースプリングフィールドとかザ・バンド聞いたらいいじゃんって、こう勝手な風に、だからあれ良くないですね、ああいう風に書くのもね。洋楽至上主義的な。洋楽を軸に、このバンドはバッファロースプリングフィールドとザ・バンドの影響を受けた、モビーグレープの影響を受けたバンドである。みたいな書き方って良くないですね。全然関係ない。聞いたとき、ファースト、セカンド聞いたときに、全然違うじゃん、バッファロースプリングフィールド。どこがと思って、音も超スッキリしてて、60年代の、こうなんかちょっとマディーな、団子になったロックの音像じゃなくって、もうパキッっていうミニマルな、ロック、太いロックで、ヒップホップみたいに聞こえた。最初は。抱きしめたいのイントロが流れてた時、ブレイクビーツじゃないかって思った。ブレイクビーツみたいに、そう、もしくは、レニー・クラビッツとかやってたような、本当にこう、デッドな、リバイバルサウンドみたいな風に聞こえて、おー、すげえと思って、全然バッファロースプリングフィールドかけらもないじゃんと思って、それがびっくりした、まず。なるほど。で、うわ、すげえ、このレコードと思って、すぐ買って、自分のやつも、その頃は別にレコード屋さん行ったら2000円以下ぐらいで全部あったから、当時はね、いわゆるまだ全然こう、90年代リバイバルっていうかそういうのないかった時代です、90年代初頭かな、そうで全部揃えてずっと聴いてた。いや、なんかそれこそこう夏の風景の中をそれをなんかそうなんかね、その年の
夏休みに田舎に帰って、その時の彼女とドライブしてたんですよ、田舎道を。で、ハッピーエンドの風待ちロマンをカセットに撮って持って帰ったんですよ。で、それをカセット、カーステでずーっと聞いてた。もう会うっていうかもう、新象風景。本当にだからそう田舎道を軽自動車彼女の。俺免許持ってない。助手席で。いいですよ。軽自動車ってのがまたいいですよ。その頃免許持ってなかった。で、助手席に座って、ずっとそのハッピーエンドの風待ちロマン聞きながら、本当に夏なんですの風景。そう、もこの入道雲ですって。そう、そんな感じで、その夏過ごしてたのはすごい、あるし、だから松本さんとかはそんな風景を見ながらあの詩を書いたんじゃないかもしれないけど、なんか何十年か経った未来にその風景が91年ぐらいの、まあ、四国なんですけど僕は、四国のある田舎にあったって感じ、夏なんですの風景が。だからちょっと SF 的でもあるし、そんな不思議な夏休みだった。だからずっと聞いてたから。やっぱりだからそれをやっぱり自分たちでも、まあ、そういうサウンドに何かこう昇華したものをやろうっていうぐらいに思うぐらいやっぱそこまで衝撃的だった当時はっていうことですよね。そうですそうです。僕らはもうちょっと、同時代 UK ロックとかの影響を受けたバンドやってたから、それこそストーンローゼスとか、そういうものに影響を受けてやってたんですけど、もう全部やめなってなって結構革命的な全部やめたもん。もう全部やめみたいな。ちゃぶ台バーンってひっくり返して。そう。結構でもああいうものってすごくもう風間町なんて独特のアンサンブルだし、いやそれをこう若い気概でやろうと思っても結構いろんな苦労がありそうだなって。いやあれはねできるなって思って。本当ですか。あれもそのハッピーエンドもそうだし、吉田拓郎さんとか高田渡さんとか聞くと。こういやフュージョンだったらできないんだけど激うまのねそうこれだったら僕らの演奏力でもできんじゃないかなみたいな、決してこううまさをひけらかすような演奏じゃないし、やってみるとまあ絶対できないんですけど、もちろんすごいんだけど演奏は、その子供心にというか若者心には、こういうサウンドできんじゃないとかっていうふうに思って、でもそれはねパンクに近かったんですよ。そのパンクを最初に聞いた時に、これだったらなんか自分らでもできるわって思ってギター持ってパンクバンドを始めたんですよ。それとねフォークロック、まあフォークロックって10波人からげにするのはあんまり良くないけど、こういうベルトレコードとか URC とかそういうものを聞いた時はまたその DIY だなっていうか、自分たちの音楽かもしれないっていうのはなんか思う。確かにそういう DIY 感みたいなありますよね、当70年代の。なんか DIY っていうか、大人、その20個ぐらい離れた大人の手が入ってない感じ。自分たちで。そう。歌謡曲ってそこがかっこいいわけじゃん。若い女の子と大人、おじさん。システムがね、あって中でっていう。そのコントラストがかっこいいんですけど、この辺のレコードっていうのは、ディレクションしてる側も演者もみんな若者っていうか、年齢があんまり差がなくって、まあ精神年齢かもしれないけど、でそういうとこがなんかすごく居心地がいい風が流れてるサウンドなレコードなんですよね。でそこがそんなことはあんまり気にしなかったけど、具体的に考えたことではなかったけど、当時フィットしたなと思う、自分たちに。そういうオルタナロックとかそういうものの感覚の中でも全然違和感なくこう、そうだから当時は SST レコードとか、そういうものを聴いてた、サブポップ、でそれもそういう雰囲気だったんですよ。これレコード会社の人も演者もみんな同じ年齢ぐらいの感じでやってんだっていう風ですよね、居心地ですよね。それをね感じたかな。なるほど、僕今回のこのインタビューに先立って、まあ、若者たちとか東京とまあいろいろ聞き直して、やっぱすごいおっしゃった通り、すごいこの、なんていうんだろうな、自分たちだけでやるんだっていう、そういうこう、若者らしい DIY 感っていうか、なんかこう、決してその、なんだろう、例えばハッピーエンドのそのサウンドをこう、単に真似するっていう以上の何かこう、アティチュードの部分の、共鳴みたいなのがやっぱすごい感じるなって、当時も思ったし、そうですね。今回もやっぱ
だからそれで影響を受けて僕らはもうこういうことやろうって思って、こういうことで、だからね、忘れもしない。この席ですよ、ここですよ。ここに机があったかな。ここで僕の今もディレクターやってくれてる渡辺さんっていうディレクター、当時ミディの若手ディレクターだったけど、で、僕と2人で次のアルバムの構想をね、考えたここで。ここそうで、若者たちってタイトルとか、めちゃくちゃ縁深いですね。そう、ご機嫌いかがあってタイトルとかをね、もう本当にここの席でね、2人でこうやって作る。僕はこっち側。それは、そういう音楽の聖地はここでしょってことでそれもあったかもしれない。でも、レコード会社が広尾だったから、渋谷が経由地点で、渋谷っていうのは、また90年代は真ん中だったから、はい、そうですね。そう。で、渋谷で、じゃあ BYG 行こうかって行って、曲名とか考えて。そうだったんですね。そう。いや、その話はすごい貴重っていうか、そうだったんだ。まさにしかも。そう、まずここの席、ここのテーブル。面白い。僕はだからむしろそういう曽我部さんがやられてる活動とかを通じてハッピーエンドした世代なので、生まれが1983年生まれなので、じゃあ10個ぐらい違う。そうですね。もろでですね、もう当時東芝が URC の再発をCD にし始めて、赤い帯のね。曽我部さんも選曲されてたと思うんですけど、僕もコンピレーションとか作らせてもらった。僕の世代だとあれがむしろ原体験です。ああ、そうです。だから最初からいきなり古い音楽なんだけど、いきなりやっぱり現代のインディーロックとかロックみたいなものの視点の中に入ってきた感じなので、すごい本当に僕ら以降の世代は本当に曽我部さんのやってるキュレーションに頭が上がらない。僕だけじゃなくって、同時代にそういうバンドが同時多発的に起こったんですよ。ベルウッドのサウンドが好きとか、URC が好きとか、そういうバンドが同じ世代ぐらいでボコボコ出始めて、だから不思議だなと思ってた。みんな別に横が繋がってるというわけでもないんだけど、なんかみんなが同時代にそれを再発見して、やっぱ当時は渋谷系の世界の中でちょっと次を求める中で、この辺のサウンドがすごく新鮮になってきたんですよ。あったのかもしれない。みんな割と UK を追ってたけど。そうだね。あとはね、レア版をみんなすごいジャズファンクとかソウルのレアものをみんなやっぱ買いまくったんだけど、一個上の世代っていうのはもうちょっと僕たちよりお金持ってて、僕らはとにかくお金ないんですよ、20代前半。そうですよね。で、いわゆるフリーソウルの名盤とか、手が出ないですよ。ラテンブーガルとか。で、この辺は全部1000円以下ぐらいだから。確かに。だから、すぐディスクユニオンとかに飛び込んだら、もう全部揃っちゃうわけですよ。1000円以下600円とかで。すごい、まだリアルな理由がある。そう。価値がないからね。その頃は中古版としての。だから、それは絶対ある。確かにそう。フリーソウル買えねえみたいな。次なる何かね、この音が熱いんじゃないかみたいな、そういう再評価とかで必ず注目されてない、その時高くないものから来るっていうね。だからお金がなかったっていうのも、多分あると思う。いやでもそれも含めてでもちょうどいい、なんていうんですかね、当時の生活にフィットする。いろんなだからね、要素が多分あったんだと思います。で、僕らが聴き始めた頃は、ハッピーエンドはあんまり評価されてなかったんですよ。今みたいに日本のロックといえばまずハッピーエンドがあってみたいな、そんなの全然なくって、どっちかというとミカバンドとかは人気あったし、でもフォークのとかって感じだ。ハッピーエンド、フォークのいるよねっていう。なんか再結成の時のイメージとかも若干残ってたりとかして。なんかね、あんまり絶大ではなかった。そう、思い出した。URC か、そんなレベルごとに当時聞くっていう感じなかったかもしれないですけど、風間の番から入ってっていうことだと、割と URC の方が最初の方が意識して何か弾いていらっしゃった感じ？いや、URC とベルトが並行してるし、なんだったら、やっぱり URC っていうのはもうちょっとハードコアのフォークなんで、やっぱこっちの方のドラムがあってベースがあって、ちょっとグルービーで、っていう方がやっぱり集めたかったかな。なるほど。でもどっちも URC のギター一本で歌いたいことを歌うんだっていうスタイルは、
原点だと思うんですけど、そう、どっちもあるかな。当時エレックもあるし。クイックジャパンでインタビュー受けられて、ちょっと今回読み直してたんですけど、すごいやっぱり、ね、例えば、西岡隆さんのソロアルバムだったりとか、西岡さん。あとは、そうですね、結構三上さんとか、結構ハードなものを挙げられてて。ああ、そうですか。結構、だから当時から、割とだからもしかしたら、こう、聞く中で、好みも変わって、90年代通して変わってもちろんそうですね。そう。もうだから、まあ、それぞれの良さあるし、自分にどういうタイミングでどのレコードがフィットするかって分かんないですから、そうですね。その時はそんなのがフィットして。そういう意味でも、だから一口に日本のフォークの名門レベルと、いわゆる含めてるんですけど、結構バラエティありますもんね。もうベルってね、本当にそういうところもあって。だから、純粋なフォークなのかって言われると、そうですね、そう。まあ、純粋なフォークってあんまりないですね。だから、伊藤孝夫さんとか、フォークロック、割と伊藤孝夫さんとか、渡さん。まあ、渡さんはもうなんかもっと洋楽っていうか、なんか、いわゆるフォークなのか。岡林さん、高井さん的な意味のフォークはないです、ね。プロテストフォーク、まあ、放送禁止化とかになるのかな。だから逆に言うと、ロックですよね。日本のロック。日本語のロック、そうですよね。そんなイメージ。エレックはいかがですか？エレックもフルイドとか、泉谷さんとか、めっちゃ好きでしたね。エレックもね、それこそもう振れ幅という意味では、ケメさんとかからいろいろいたり。だから僕、ハッピーエンドの、風待ちロマンは、当時買ったやつはエレック版ですね。あ、そうか。エレック配給。そうですよね。後にはナイアガラもそうだもんな、っていうことだし。いや、でも当時、だから、逆だから本当に羨ましいですよね。こういうものが、先ほどおっしゃったみたいに、レコード屋さんに行って日々の生活の中で日常的に手に入ったっていう、時代の話っていうのはね。金信さんはなかったかな。もう、お酒さんがね、フックアップして結構。金信さんは当時からね、なかったっすよ、レコード屋さんには。数が少なかったっていうのもあるんでしょうね。おそらくそれは。